日本語カフェへようこそ。台湾で日本語を教えている日本人の春です。以前に雨が降りそうだと雨が降るそうだの違いは何かについて話しましたね。今日の動画はその後編です。今回は特に雨が降るらしい、雨が降るようだ、そして雨が降るみたいだはどう違うかについて一緒に考えます。これらは一般の日本人はちゃんと使い分けることができますが、じゃあその違いを教えてくださいと言うとなかなかすぐに答えられる人は少ないんです。今回は他のサイトや動画ではなかなか教えてくれない情報も含まれています。ぜひ最後まで見て、これらの違いは何なのか、どんな場面で使った方がよくて、どんな場面では使わない方がいいのかをきちんと理解してくださいね。じゃあまずこの3つの中で日常生活でそんなに使わないのはどれだと思いますか？実は何々ようだは実際に使う機会が結構少ないんです。もちろん使う機会はゼロではないかもしれませんが、使うとしたら多分新聞や論文などの文章の中で使うか、またはフォーマルな場面で使うことが多いんです。このようだは初級の教科書に出てくるので、もしかしたら日常会話で結構よく使うのかなと思われがちなんですけど、実際は家族や友達との会話で出てくることは割と少ないんです。その代わりにみたいだ、またはだを言わないでみたいの方は本当によく使います。実はこのようだの意味はみたいだと全く同じなんです。じゃあ例えば家族と話す時のこんな文を考えてみましょう。風が強くなってきたな。台風が近づいている何々。はい、これはみたいですね。友達とか家族にこのようにみたいを使って話すことは本当によくありますし、また独り言を言う時にもよく使います。何々みたい、何々みたいですね。つまり話し言葉で本当によく使うっていうことなんです。そして一応この表にはみたいだと書きましたが、実際にはだをつけることはあんまりないんです。日常会話ではただ何々みたいと言ったり、何々みたいだねとか何々みたいだよのように語気を表す修助詞と一緒に使われることも多いですね。この何々ねと何々よの違いについては以前に中国語で説明する動画を作りましたので、もしあなたが中国語話者ならこの動画を後で参考にしてくださいね。ところでこの台風が近づいてるみたいという言い方は文法用語では推量と言います。推測するとほとんど同じ意味ですが、何か理由とか根拠があってそれを見たり聞いたり感じたりしてから多分こうだと考えるときにこの見たいを使います。さっきの例では雨や風を見たり聞いたりして台風が近づいてるみたいと判断しましたね。じゃあこんな文はどうでしょうか。研究結果からするとこの国の人口は減っている何々。これはようだですね。減っているようだです。この文はもしかすると新聞や論文などの読み物に出てくる文かもしれません。こういう書き言葉の場合はみたいだよりもようだを使った方がいいですね。ただ気をつけなければいけないのは、基本的にはみたいだのすぐ前には動詞の普通形や
形容詞の普通形が入りますが、ようだの前にな形容詞があるときはなをつけてください。例えば簡単なようだのようになります。またようだの前に名詞が入る場合にはのをつけてください。例えば独身のようだになりますね。それに対してみたいだはな形容詞でも名詞でも簡単みたいだとか独身みたいだと直接つなげれば大丈夫です。ではここで質問です。以前に勉強した目のそうだと今回出てきたようだみたいだはどう違うと思いますか？例えばこれらの例文で考えてみましょう。わあ、このケーキおいしそうと、このケーキ屋のケーキはおいしいようだ、またはおいしいみたいだ。さっきようだとみたいだはフォーマルかカジュアルかの違いしかないと言ったので、この2つは意味は同じですね。ではおいしそうとおいしいようだはどう違うと思いますか？おいしそうっていう場合、ケーキは大抵どこにありますか？そう、あなたの目の前にありますね。ですからこの目のソーダはケーキからの距離がとても近いです。そしてあなたのケーキに対する関心もかなり高いです。また美味しいっていうことをどの程度確信していますか？多分 90% 以上美味しいっていうことを信じていますね。でも美味しいようだとか美味しいみたいだというのはどういう場合ですか？もしかするとあなたの目の前には美味しそうなケーキがないかもしれません。でももしかするとあちらの方にケーキ屋さんがあってたくさんの人が列に並んでいるのが見えるかもしれませんね。それを見てあなたは美味しいようだとか美味しいみたいだと言うかもしれません。そして目のそうだの情報源は目だけでしたけど、ようだやみたいだの情報源は確かに視覚情報かもしれないし、それ以外の情報、つまり聴覚や嗅覚などかもしれませんし、自分自身の経験かもしれません。ちなみにこの視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚のことを五感と言います。ですからようだやみたいだの情報源は目のそうだよりももっと多様性があるっていうことがわかりますね。じゃあ関心度とか確信度はどうでしょうか？さっき美味しそうだと目のそうだを使った場合は確信度が 90% 以上だと言いましたが、美味しいようだや美味しいみたいだといった場合はこのケーキに対する関心はもう少し低くて多分 80% くらいかもしれません。ここまででようだみたいだの主な意味が推量だっていうことが分かりましたね。じゃあこんな例を考えてみましょう。あなたは天気予報で明日は大雨だっていうことを知りました。何と言えますか？天気予報によると明日は大雨だそうだ。大雨だそうだ。これは耳のそうだを使いますね。でも以前の動画でも言いましたが、この耳のそうだは結構硬い表現なので友達や家族と話す時にはあまり使わないっていうことでしたね。じゃあもっとカジュアルに言うなら、天気予報で言っていたけど明日は雨だってとか、明日は雨だと言ってたよなどの言い方がありますね。この使い方は伝聞って言って他の情報源から聞いたことを他の人に伝えるときに使います。
ではもし情報源が天気予報ではなくて職場の人が言っていただけで正しいかどうかはっきりわからない時にはどのように言えますか？誰かが言っていたけど明日は大雨何々よ。これはらしい。明日は大雨らしいよですね。このらしいはどちらかというと口語的なんですけど、書き言葉に使ってはいけないわけではありません。つまり口語から書き言葉まで幅広く使うことができます。ただ大雨だそうだっていうと大雨が降ることをほぼ 100% 確信していますけど、大雨らしいっていうとはっきりわからないけど多分そうだろう、つまり確信度は 60% から 70% ぐらいかもしれません。しかも大雨だそうだという時には自分の発言にある程度責任を持っている感じがしますけど、大雨らしいというと多分そうだけどもし間違ってたらごめんねと、まるで自分の発言からちょっと責任逃れをしている感じがします。この責任がない感じは噂話に使うのにぴったりなんです。例えば、ねえねえ、田中さん、来月結婚するらしいよとか、噂によるとあの店のケーキは美味しいらしいよのように使うことができます。さっきようだとみたいは意味が同じだって言いましたけども、じゃあ田中さん来月結婚するみたいだよと田中さん来月結婚するらしいよはニュアンス的にどう違うと思いますか？結婚するみたいだよはある程度この話に興味があるし、そのことをある程度確信していることを表します。見たり聞いたりしたことを自分で考えて、80% ぐらいはそうだろうと思っていることがわかります。それに対して結婚するらしいよはそれほどこのことに興味がないかもしれないし、実際結婚するかどうかの確信は持てないから、もし間違っていても私を責めないでほしいという少し責任感のない言い方になります。文法用語ではこれを不確かな伝聞と言います。もちろん不確かと言っても全然信じていないっていうわけではなくて、60% から 70% ぐらいは多分そうだろうと思っていることを表します。このような責任感のない言い方になるので、論文などでこのらしいが使われることは少ないです。でも日常生活で聞いたことについてこのらしいは本当によく使います。じゃあここまででようだみたいだの一つ目の意味とらしいの一つ目の意味について考えました。実はこれらにはそれぞれ二つ目の意味もあるんです。そのことがこれらの使い方をちょっと複雑にしているので注意が必要ですね。まずようだみたいだの二つ目の意味を考えてみましょう。例えばあなたはあることについて 100% 確信しているんですけど、相手にそのことをはっきり言うと少し失礼になることってありますよね。以前こちらの動画でもお話ししましたが、電話で相手の声が聞こえにくい時、何と言えばいいでしょうか？もしあなたの声は小さいですとか、あなたの声が聞こえませんと言ってしまうとかなりストレートな表現になるので、相手の人が気分を害してしまうことがあります。こういう場合は申し訳ありません、お電話が遠いようなのですがと言うといいですね。これはビジネスの場面なので、みたいよりはよ
を使った方が丁寧になりますね。お電話が遠いようなのですが、この言い方覚えるといいですね。音が小さいとか聞こえにくいっていうことは事実なので推測する必要はありませんが、相手に婉曲的に、つまり遠回しに何かを伝えるときにこのようだとかみたいだを使うことがあるっていうことを覚えておいてください。じゃあ例えばあなたは相手の人のストッキングが伝染していることに気がつきましたが、そのことをあまりはっきり言いたくはありません。そんな時どんな風に言えますか？ストッキングが伝染しているようですね。とか、もっと口語的に言うなら、伝染してるみたいだね。ということができます。じゃあ別の例です。もし相手の人が料理を作ったんですけど、あなたが食べてみるとすごく塩辛かった場合、何と言えますか？あまりストレートに言いたくないなら、少し塩味が強いようですね。とか、もっと口語的に言うなら、ちょっとしょっぱいみたいだね。ちょっとしょっぱいみたいだね。ということができます。塩辛いとしょっぱいは同じ意味ですね。このように断言を避けたいとき、柔らかくて丁寧な言い方をしたいときに、この婉曲のようだ、みたいだを使うことがあります。特に上司や取引先の人と話すときには、日本人はこれらの言葉を本当によく使いますね。じゃあ今度はらしいの2番目の意味を考えてみましょう。それはなんと推量なんです。つまりらしいにも推量の意味があって、この意味で使うときにはようだみたいだと基本的には変わらないっていうことなんです。例えばさっきケーキ自体は見ていなくてもケーキ屋に並ぶ人たちを見かけたら、このケーキ屋のケーキは美味しいようだとか美味しいみたいだと言えるという話がありましたね。実際このように言う人の方が多いと思いますが、一部の人はこの時にこのケーキ屋のケーキは美味しいらしいらしいを使うこともあるっていうことなんです。つまり視覚とか聴覚とか自分の経験から推量するときに、ある人たちはようだみたいだを使いますが、ある人たちはらしいを使うっていうことです。ただやっぱりらしいの主な意味は不確かな伝聞なので、推量の意味で使うことは結構少ないです。でもそういう時もある、そういう人もいるということは頭の片隅に置いておいてくださいね。じゃあちょっと復習してみましょう。最近田中さんはよく出張に行ったり残業したりしています。その様子を見てあなたはこう言います。田中さんは最近忙しい何々だ。これは忙しいようだでもいいし、忙しいみたいだですね。もちろんたまにこの部分をらしいという人もいるようです。田中さんは忙しいらしい。ただ私自身は推量の意味ではらしいはあまり個人的には使っていません。では次の場面を考えてみましょう。あなたははっきり確証はありませんが、いろいろな人が言っている噂話から田中さんに彼氏がいるということを聞きました。そのことを別の人に言うならどう言えますか？ねえねえ、田中さん彼氏がいるらしいよですね。彼氏がいるらしいよ。これは噂話の不確かな伝聞の時のらしいですね。ではもともとは噂話だったんですけど、実際にあなたは田中さん本人から実は婚約者がいると直接聞きました。ところが別の日にあなたの別の友達があなたにこう言いました。僕、田中さんのことが好きなんだ。どうしますか？あなたは
田中さんには彼氏がいるっていうことをもう知っています。そのことを相手に伝えたいんですけど、なるべく相手が傷つかないように伝えたいです。何と言えますか？田中さんは彼氏がいるみたいだよとか、いるようだよと言えますね。これは 100% 知っていることなんですけど、遠回しに言う時の婉曲のようとみたいですね。じゃあ最後になりましたけど、今回ようだとみたいだには推量と婉曲の意味があると言いましたが、実はもう一つ比喩という使い方があるんです。例えば、今日は夏みたいな天気だねと、今日は夏らしい天気だね。この2つは全然意味が違います。夏みたいというのは本当は夏じゃないけどまるで夏のようだっていう時で、夏らしい天気っていうのは実際に今夏で、その夏にふさわしい天気だっていう場合ですね。この比喩の使い方についてはまた別の動画で詳しく話したいと思いますので、今回は詳しくは割愛します。このように日本語の微妙な違いについて動画をいろいろ作っています。見逃したくない方はチャンネル登録して次の動画をお待ちください。ではまた日本語カフェで会いましょう。はるでした。